んにちは、もとこです。本日ご紹介する作品は、こちらのドイリーの巾着バッグの編み方をご紹介したいと思います。こんな感じで2色作りました。これは、キーティのコード、アイブト、ちょっと太い方のタイプですね。それのフロスティーグレーとブラックで作ってます。で、それにセイサミのブラック引き揃え、セイサミのベージュ引き揃えで作りました。すっごく大人可愛い、上品でカジュアルスタイルにも合うめちゃめちゃ可愛いバッグが完成しました。で、この2つ、こんな感じで持ってます。コードを通していて、ちなみにこのコードっていうのがすごく新しいコードで、このポリエステルのコードではあるんですけど、レザー調の加工がされてあって、パッと見レザーに見えるっていうコードです。レザー加工。触ると、ポリエステル感は若干あるんですけど、しなやかさと強度、耐久性を兼ね備えた水だったりにも強いコードになってます。そのレザー加工っていうのが、この表面をね、ちょっとレザーに見える。本当こういう風に見てると、一瞬に、レザーのコードかなって思うようなコードなんですけど、この手持ちにしたりするので、やっぱり手が汚れてたり、夏だったら汗ばんだりするので、そういう時にすごく強度と耐久性があって安心のコードを使ってみました。なのでね、すごくね、ここにやっぱ毛糸以外の素材が入ることでぐっと引き締まるし、高級感も出ますね。で、そのコードを、こんな風に巾着状に通してます。で、この巾着の紐の長さで肩にかけたりとか、あとこれは、この内側を、この巾着の内側を通ってる紐をぐっと持ち上げて、2本のハンドルにして持ってます。2通りの持ち方ができるので、その日のコーディネートとか気分に合った持ち方をしていただけるといいなと思っております。で、これの作り方自体はですね、こんな感じでドイリーを2枚編んで、最後の段で編みつなげています。で、その編みつなげたものを、さらに周りをぐるぐるっと縁取って編んで、最後ペタンと2つに折って、この縁のスカラップを編んで、袋状にする。そしてこの紐を通して、じゃん。巾着型にするっていうような仕組みになってます。結構ね、複雑に見えるんですけど、ドイリーって別に全然難しい編み方ではなくて、4つの編み方を四角く繰り返して編んでいくだけなので、結構簡単に編めていただけると思っております。ちなみに肩にかけるとこんな感じの長さです。コードは80センチを2本使っています。手持ちにするとこんな感じ。結構ね、大きめというかそこそこしっかりしたサイズ感があるので、結構たくさん荷物も入ります。ちっちゃめのね、本、なんて言うんですかね。英語ぐらいの本とかだったら入るんじゃないかなっていうサイズ感になっています。という感じで結構簡単に編めます。見ての通り2色編みました。どうしても両方とも欲しくて頑張りました。でもね、結構そんな時間かからずすぐ編めるので、ぜひ皆さんこの夏編んでいただきたいと思います。ちなみにね、雰囲気的には秋口にも全然可愛く持てるバッグだと思います。糸を変えたら冬でも全然可愛い。ぜひぜひ編んでみてください。それではこちらのキット、編みずオンラインストアで販売するので、そちらもよかったらポチッとクリックしていただけたら嬉しいです。編み始める前に概要欄に糸どのくらい使った道具何使ったや、あと目次代わりになるチャプター、SNS の URL や先ほどお伝えしたオンラインストアの URL も記載します。もしよかったら見てみてください。それでは早速、編んでいくぞー。本日はこちらの糸を使って編んでいきます。キーティのコード、アイブトとセイサミ、この2本を引き揃えます。フロスティーグレーとブラックとベージュ、この2色の色をちょっと作っていこうと思います。使用するかぎ針はこちら4号針でちょっとギュッと密に編んでいこうと思います。それでは先に編み方のざっくりした概要を先に説明したいと思います。こちらの作品はですね、右のドイリー、左のドイリーを2枚編みます。で、これ1枚10段なんですが、片側は10段編みます。で、片側編むときに9段目まで編んで、
10段目でここをこの右側のドイリーと左側のドイリーを編みながらつなげていきます。で、編み上がってつながったこの長方形のものの周りをぐるっと編んで縁を編む。といった風に編むと、まずはこのバッグの本体が平らな状態で完成します。で、この平らになったドイリーの2枚をこうやって重ねて縁を編んでバッグの形にしていきます。それではまずは、1段目から説明していきます。まず鎖編みの作り目を8目編んで輪っかにします。これが作り目になります。それでは作り目から編んでいきます。鎖編み使用するかぎ針は4号針で、これで作品自体はこのコードとセーサミ引き揃えて編むんですが、一旦ちょっとこのドイリーの作り方の説明のところだけコード1本で編んでいきます。はい、8目編んだら1目目の鎖に針を入れて、ここに引き抜き編みをします。これが作り目です。で、次1段目。1段目はですね、まずは立ち上がり鎖3目を編む。そして長編み鎖1目長編み2目。これをこの輪っかの中に針を入れて編んでいきます。で、鎖編み7目編んだらまた長編み2目鎖1目長編み2目でまた鎖7目。この長編みに鎖1長編みに鎖7、これを4回繰り返します。それでは編んでいきます。立ち上がり鎖3目を編んだら、この輪っかの中に針をスポッと入れて長編みで鎖1目、そしてまた輪っかの中に針を入れて長編み2目で、次1、2、3、4、5、6、7目編む。そしてまたこの輪っかの中に長編み2目鎖1目長編み2目で鎖7目、これを繰り返します。こんな風に鎖7目最後編めたら、立ち上がり鎖1目に針を入れて引き抜きます。これで1段目が完成。次2段目。2段目も同じように鎖3目で立ち上がって、長編み鎖1目長編み2目と編んでいくんですが、まずここ見ていただくと、ここに黒い点があるんですね。これ引き抜き編みで移動するよっていう意味で、この鎖のところから始めて、ここからこう模様が出ているようにしたいのでですね。なので引き抜き編みでまずは移動してから今の模様を編みます。で、鎖2目編んだら前段鎖7目側ですくって長編みを7目。1、2、3、4、5、6、7目ですね。で、鎖2目。で、また同じように4回模様を繰り返していきます。それでは2段目編んでいきます。こんな感じで、隣の長編みの頭あなりを割って引き抜いて、この鎖のところに針をスポッと入れて引き抜く。これで、ここの真ん中まで移動ができました。ここから、1、2、3目。鎖編みでまた前段鎖編み側ですくって長編み鎖編み1目長編み2目、結構この引き抜き編みで移動するのずっと続いていくので、各段こんな風にここ真ん中まで移動してください。で、ここから鎖2目編んだら前段の鎖7目を1、2、3、4、5、6、
7。そして鎖2目編んで、また前段の鎖1目側ですくって、長編み長編み、鎖編み長編み長編みと編んでいきます。こんな感じで2段目も終わりました。ということで、基本的な編み方は今説明したので、もうすべてというか、もう編み図に従って3段、4段、5段と編み図を見ながら編んでいっていただければなと思っています。基本的にそうですね。前段が鎖のところは側ですくうぐらいかなと説明すると、あと長々編みがあるの。ここ外側、8、9、10長々編みがあったりはするのですが、基本的には編み方は以上となります。で、ポイントで、基本的にこの編み方って、この位置に4分割されている編み方なんです。なので、この一つの模様を4回繰り返して、この四角いドイリーを作っていくという感じで編んでいっていただけたらと思います。で、その編んだドイリーがこちら。これがフロスティーグレーとセーサミ、コードのフロスティーグレーとセーサミの黒ですね。で、これがコードのブラックとセーサミのベージュ。ちょっとこれを使いながら、ここの剥ぎ合わせ方、説明していきたいと思います。こちらが10段目まで編んだもの。そして、こちらが今9段目まで編んでるもの。これを編みながら、ここつなげていきます。それではこちらが編み図になっております。この黒く塗った点の箇所で引き抜き編みでつないでいきます。なので今ここで編み終わってる段階なので、まずここ模様を編んだら、ここで引き抜き編みでつなぐ。で、次のこの鎖のここで引き抜き編みでつなぐ。次ここでつなぐ。という風に編んで、ぐるーっとこの周りを編んでいきます。10段目ね。で、今度またここまで来たら引き抜き編みでつないで、模様を編んで、つないで、模様を編んで、つないで、つないで、ここつないで、で、最後、ここの段、10段目最後引き抜き編みで留める。という風に、編みながらつないでいきます。それでは10段目編んでいきます。まずはここから立ち上がり。まずこの引き抜き編みで横に移動します。そこから1、2、3目で立ち上がる。で、前段の鎖拾って、ここまでは基本的にドイリーの模様を編んだのと同じように編んでいきます。そしたら鎖2目編んで、まずこことここつないでいく。今鎖2目を編んだ状態で1回針を外します。で、つなげたいところをスポット側で拾って、この針に輪をかけて、こんな風に、今右のドイリーの鎖から輪っかを出しました。で、かけた状態で鎖1目。これで鎖3目目を編みながら隣のドイリーとつないだことになります。で、また鎖2目を編む。こんな感じで、ドイリーがつながります。で、そしたらまた編み図通りに編んでいって、前段の鎖側で拾って細編み、鎖2目を編んで、また次の鎖側で拾って輪っかかけて、通して、鎖1目。で、また鎖2目編んで、また次の鎖側ですくって細編み。
そうするとこんな風に模様を編みながら柄がつながっていきます。で、次は1、2目編んで、1、2、3。はい。こんな風になります。そしたら次はここの長々編みを前段の鎖を側ですくいながら斜め編む。長々編み斜め編んで鎖編みを2目編んだら、最後ここ拾って鎖編み。これでまずこのモチーフの上半分ですね、つながりました。そしたらここからこの外側ぐるっと模様を図案通り編んでいって、またここからここですね、ここからこうつなげていきます。こんな感じでぐるーっと編んでまいりました。そしたらここも同じようにつなげていきます。こんな感じでつなげていきます。そしたらこの真ん中の鎖3目まで編めたら、この一番最初に編んだ立ち上がり鎖3目の3目目に針を入れて引き抜いてキュッと引き締めて、あとは糸始末をします。これでモチーフが2枚編めて真ん中がつながりました。そしたらこの段階でのサイズを測っていきます。ちょっとギュッとなってるんで、一旦気になる方はスチームアイロンとかちょっと軽く留め、あんまギュッて引っ張らなくていいんですけど、軽く留めて、ちょっとこのふわふわっとしてるのをスチームでこうピシッとしてあげてもいいと思います。この端から端で測ります。42センチ。ここで42。なので、21。1枚が21ですね。高さも21センチ。という 21×21 のドイリーが2枚で横幅42センチという形です。そしたらこのドイリーの周りを縁取っていきます。ここ糸をつけます。ちょっと糸をつけるところの印がなくなっちゃってるんですが、ちなみに今ここで編み終わったんですが、こっちを編んで、左を先に編んで右を編めば、ここからつなげて縁編めるよってことでしたね。ちょっと逆につけちゃいました。間違えて。その旨は、編み図に最初に記載をしていこうと思います。ちょっと動画見て編んじゃった方は、すいませんって感じです。すいません。はい。それでは、ここは私は今から糸をつけて編みます。鎖3目で立ち上がって、ここが1、2、3、4、5、6、7、8、9目です。鎖編み。9目で長編み。ここの鎖側ですくって長編み。9目長編み。3、4。ここも9目長編み。で、ここが1、2、3、4。7目
斜めですね。この長編みはここの一番最後の長々編みに編みます。ここも長々編み。で、こういうとこは全部鎖編みの部分に編んでいきます。ちょっとわかりづらかったので点線書きました。ここの点線の場所に編んでねということになっております。そうしたら、ここに編んでいきます。糸をつけて、2、3目。で、ここから、1、2、3、4、5、6、7、8、9で、次の鎖編みに長編み。1、2、3、4、5、6、7、8、9。長編みと。1、2、3、4、5、6。で、長編みしたら、ここの角の部分は、斜め、長編み、斜め長編み。こんな感じで周りを長編みと鎖編みで編んでいきます。そしたら縁編みの1段目完成です。次は2段目。ここ2段目です。で、最後、1段目の最後ですね。ここの編み方、ちょっと説明をします。1段目の最後は、次の段が編み、この鎖編みの真ん中から立ち上がれるようにしたいので、まず1、2、3、4目編みます。鎖編み半分分ですね。で、糸を3回巻きつけて、ここから立ち上がりの鎖3目に針を入れて、1、2、3。これは三つ巻き長編みですかね。を編んで、この鎖の真ん中に戻ってきます。そして2段目で鎖3目で立ち上がって続けて鎖2目を編む。で、長編みはここの部分を側にすくいます。そして次からはここだけ側ですくうんですけど、この次からはこの真ん中の9目あるところは5目目で、斜めのところは4目目を割って編んでいきたいと思います。で、すべて長編み、鎖2目長編みで1、2、3、4、5目。これを繰り返して編んでいきます。で、ここですね、角の部分だけ真ん中の鎖2目が鎖5目になります。それでは編みます。立ち上がり、鎖3目で続けて2目。で、ここは側ですくって長編み。で、1、2、3、4、5目編んだら、次、ここの真ん中の鎖を割って、長編み鎖2目長編みと。で、1、2、3、4、5目。鎖を割って、この鎖1本と裏山拾ってます。で、長編み、鎖2目、長編み。これを繰り返します。角の部分だけ少し変則的なので、角の部分はちょっと違う、気をつけて編んでいきます。
で、角の部分は、この真ん中の目を割って、長編み、で、鎖5目、長編み。こんな感じで編んでいきます。内編みの2段目も編み終わりました。ここは鎖5目を最後編んで、立ち上がり鎖3目に閉じていきます。それでは縁編み最後の段ですね。3段目。1、2、3段目は引き抜き編みでこの鎖2目のところに移動します。で、鎖3目を編んで、長編み編んだら、鎖3目で長編み3目、この鎖の部分全部即ですくいます。で、細編み、また同じようにこの鎖2目即ですくって長編み3、鎖3、長編み3で細編みという風に全てのこの鎖2目を拾って編んでいって、角の部分だけ長編みが1、2、3、4、5、6で鎖3、1、2、3、4、5、6と編んでいきます。それでは引き抜き編みで移動して2、3目で立ち上がって、まずは長編みを2目で1、2、3目編んだら、また長編みを3目そして鎖を即ですくって細編みで、次は鎖編みを即ですくって長編み3、鎖2、鎖3、長編み3というように図案通りに編んでいきます。こんな感じで縁も全部編みました。そしたら立ち上がり鎖3目の3目目に引き抜き編みをして、あとは糸始末で完成となります。そしたら一旦サイズ測ります。高さが28で横幅が49センチです。それでは縁を編んでバッグの形にします。この真ん中で2つに折ってこういう風に2つに折ります。で、この脇を閉じて袋状にします。こちらが編み図です。ここが中心で、このドイリー2枚。で、これをパターンと2つに折ります。で、この星と星、星と星を合わせて2枚同時に編みます。そしたら、この2枚を重ね合わせて、この模様を編んでいきます。で、今右側はここに糸をつけるマークがあって、ここに糸をつけて編んでいく。で、縁は2段です。で、左側はここに糸をつけて編んでいく。こうすることで、編み地の向きが表になります。同じ向きからこう編むと、こっち表、こっち裏みたいになって、すっごい差があるわけではないんですけど、なんとなく柄というか編み地の向きを揃えたいなと思ってます。そしたらこれが柄。まず立ち上がり糸をつけたら立ち上がり鎖1目を編みます。で、細編みを編む。で、この次のこの鎖3目、ここから2枚重ねて編むんですが、この鎖3目即ですくって、長編み3、鎖3、長編み3。で、間に鎖2目。で、次の鎖3目に長編み3、鎖3、長編み3、鎖2目。という風に編んでいきます。それでは編んでいきます。一番この右端のここに糸をつけます。はい、糸がつきました。ここから編んでいきます。まず細編みを1目。
そしたら次はこの2枚を同時に作って真ん中の鎖3目を拾って長編みを3目。そして鎖編みを3目。長編みを3目。で、鎖2目編んだらまた次の鎖3目を2枚まとめて拾って、長編み3目、鎖3目、長編み3目を編みます。1段目編めました。そしたら次ここから2段目を編んでいきます。2段目鎖1目で立ち上がって細編みをまず編みます。で、鎖2目編んだら、また前段と同じように長編み3、鎖3、長編み3と編む。で、鎖2を編んだら、前段の鎖2目即ですくって細編み。で、また同じように鎖2目、長編み3、鎖3、長編み3、鎖2目、細編み。と編んでいて、ちょっと丸いモチーフがサイドについてるようなデザインにします。で、最後は前段の細編みに細編みを編んだら糸をカットします。そして反対側ですね。反対側は、これをくるっと返すと、今度こっちバッグの上端でまた同じように編んでいきます。少しだけ模様が違うので、ちょっと立ち上がりの感じとかが若干変わってきますが、ここは編み図を見ながら鎖3目で立ち上がって同じように模様を編む。で、最後、細編みをこの一番端の最初、反対側で立ち上がったところに細編みを編む。で、また細編み、鎖1目に立ち上がって細編みでまた模様を編んで、最後は鎖2目細編みをこの3目目に編むという風に編んでいきます。それでは2段目立ち上がり、鎖1目で細編みを最後に編んだ長編みに編みます。で、鎖2目を編んだら、前段の鎖3目を即ですくって長編み3目。で、鎖3目、長編み3目。で、鎖2目を編んだら、ここの鎖編みにこんな風に模様ができていきます。鎖2目、長編み3目。こんな感じで、縁を閉じて袋状にしていきます。編めました。そしたら一番最初に編んだこの細編みに糸をつけて、細編みに細編みですね。細編みを編んで引き抜いて、これで縁は編めました。こんな風になります。そしたら反対側も編んでいきます。ということで、フロスティーグレーとブラックできました。めっちゃ可愛い。2色も作っちゃった。こんな感じで、黒は黒にベージュのセイサミ、フロスティーグレーはこんな感じで黒のセイサミが混ざっています。それではこれを仕上げていきます。このコードを使います。これは、ポリエステルでできてるコードなんですけど、ちょっとレザー調に表面が加工されてるっていうすごく最新のコードです。これを使うことで、なんかちょっとレザーの、ハンドルついてるみたいな感じにしてます。でね、これね、シリコンをコーティングされてレザー調に見せてるっていう感じですね。見えません？レザーっぽく。こんな感じ。それでは紐を通していきます。80センチの紐を2本用意します。そして、この
こら辺ですね。このドイリーの最後の段を通していきます。まず右から通していこうと思います。ここのこの鎖の山を拾いつつ、この足をまたいでいきます。で、この真ん中のこの2本の長編みはもう同時にすくって、で、1本すくう。こうすると、こんな風に通ります。ここは2本すくったんですけど、ここ紐が出入りするので2本。で、こっちはこのままここですね。ここに通したいなと思ってます。こんな風に紐が通ります。で、裏返したら、また同じように、紐を通していく。基本的にはこの長編みの足を1本拾って、で、中心部分だけ長編みの足2本拾って、こう偶数、辻褄を合わせる感じですね。で、最後は出していく。で、出したら、この端を2本丸めて、結びます。あんまり紐端は長く出さなくていいかなと。こんな感じ。そしたらもう一本の紐も通していきます。そうしたらここは、ここ2本同時にまたぎます。そして1本、2本。で、ここは1本。最後、ここは1本でまたいで、で、ここに通す。そして、こっちはこんな感じで拾っていきます。はい。で、ここも端を揃えて、結んであげると、カットしなくていいっていう点でいいかなと。もし端がバラバラになっちゃった場合はカットしてあげるといいと思います。こんな感じ。で、これをキュッと絞ると完成。で、この紐を肩にかけたり、あとは、この中心のとこですね。ここをグッと引くと手持ちにちょうどいい長さになったり、2通りの持ち方が楽しめると思います。なんか例えば、ここの部分、印として、なんかどこだってなるのも嫌なので、なんか2本、ここは別に、でもそうだな。中心に印つけてあげたらと思ったりもしたんですけど、あんまいいか、これで。こんな感じで完成しました。こんな感じで2色とも完成です。最後にネームをつけます。106g で仕上がりました。これコード、このストラップとかも含め全ての重さです。サイズを測ります。横幅が端のスカラップ含めて30センチで高さが24センチとなっております。いかがだったでしょうか？ドイリーの巾着バッグ。ぜひ編んでみてください。この夏おすすめです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。キーティキーティキーティの書籍3冊現在発売中です。ぜひぜひそちらもご覧になってみてください。